次の自民党総裁選、誰が当選すると思いますか？やはり小泉進次郎当選の可能性が高いでしょうか？今の時点では、世論調査をやると、小泉さんとか石破さんっていうのが結構上がるんですよ。で、よくある誤解なんですけど、世論調査の結果で自民党総裁選が決まるわけではありません。で、自民党総裁選って一般党員も投票できるんですけど、一般党員の投票というのはほぼ無意味です。結果として国会議員が誰に投票するかということで自民党は決まります。なので、自民党の国会議員が、こいつは美味しいよね、と思う人に投票するっていう形になってるので、なので、小泉進次郎さんだと、やっぱり綺麗事を言ってやっちゃう可能性があるので、利権政治をやりたい自民党の政治旗の方々からすると、やっぱり嫌がると思うんですよね。小泉進次郎さんのお父さん、小泉純一郎さんって、郵政民営化っていうのをやったんですよ。郵政民営化って何かっていうと、郵便貯金って、あの当時、世界で一番大きい金融機関だったんじゃないかな、確か。預かり額でいくと。郵便局でお金が預けられますっていう仕組みで、日本人のほとんどが郵便局に貯金をしていますっていう状態で、で、そこでそれだけ莫大なお金があるので、郵便局貯金の悠長の宿みたいな、郵便貯金を使っていろんなところに建物を作ったりとか、結構いろんな投資をして、で、それの回収全然できないよねっていう。金があるからいろんなもの作っちゃうんだけど、で、実際それじゃもう全然赤字なんだけど、まあでもお金はあるから、それが表面上見えないよねと。で、そういう状態まずいよねっていうので、郵便貯金を借りる形で政府もいろいろやりますっていうので、お金が郵便貯金っていう形で、なんかすげえ大量にあるのを使っていいと思っちゃうから、もうこれは使えませんよ。国のものではありませんよっていうことにした方が、まともな経営判断をできるようになるよねっていうので、じゃあもう郵便というのを民営化しようっていうのを小泉進次郎さんがやったんですよ。それ自民党の中で大反対だったんですよ。郵政族と言われる郵便貯金にまつわるお金を使いたい人たちというのが、もちろん自民党の中にもいて、で、それやってたら俺たち食いっぱくれちゃうじゃん。俺たちこの利権なくなっちゃうじゃん。嫌だよっていうのだったんですけど、自民党が支持率が低かった時代なので、で、たまたまこれをひっくり返すにはもう小泉進次郎さんしかいないっていうので、小泉純一郎さんが総理大臣になって自民党をぶっ壊すって言って、で、その次の選挙で大勝したんですよね。で、大勝した結果、普通関連だろうっていう比例代表のリストの一番下の人たちまで受かっちゃったんですよ。政党って比例代表制っていうのって各党が10人まで選んでいいんだったらここまでね。じゃあ20人まで受かるんだったらここまでねっていうのでリストを作るんですよ。で、自民党がとりあえずリスト作るかって言って、リスト作って、で、その下の方に、杉村太蔵さんとか、で、一番下が自民党の事務所の受付のおばちゃんとかだったんですよ。ここまでリスト行くことはないけど、まあでも一応名前書いとくか、みたいなので、ちょっとおばちゃん名前書いていいっていうので、名前書いたおばちゃんとかまで受かっちゃったんですよ。っていうので、本当に政治をする気の全くない人たちでも、自民党のリストに載っちゃったから受かっちゃったっていうので、小泉チルドレンっていうおかしな人たちが育つっていう。で、ただ結果として、太蔵さんっていうのは、政治家になった途端に、料亭とか行ってみたいんで、行きたかったんで行ってみたいっすみたいなこと言って、政治家が料亭行くのはいかがなものかっていうのを叩かれるみたいなことやって、やりたい放題言って嫌われて怒られるっていうので、今ではタレントとして全然大成功してるので、そういう意味で太蔵さんを発掘したっていうのは、大仁田敦さんも確か、その時政治家になったんですよね。なので、割とその面白い時代ではあったんですけど、まあ、ちょっとね、そういう状況にはなかなかならないんじゃないかなと。BNW 変えます、みたいな。小泉首相が誕生した時も、やはり経済政策も、クールでセクシーになるのでしょうか。また日本の顔となり、諸外国の要人方と渡り歩くためにも、やはり自分自身の言葉には必ず体温と体調のつながるコミュニケーションを取り、実践務との鍵も行方として、やはり一番トレーニングは自身の映像を見ることでしょうか。まあ、僕は環境問題に関してセクシーと言ったのは別にそんなにおかしなことだと思ってなくて、外国の会議でセクシーと言ったときは、日本人がセクシーという言葉に対して思う性的であるというのではなく、魅力的であるという意味で受け止めるんですよ。で、確かね、環境問題で何かやってる人が、環境問題をセクシーに解決してくださいっていうのをもともと言ってるんですよ。で、そのフレーズを利用して、小泉進次郎さんもセクシーと言ったので、なので外国
の人は、そのセクシーという表現は何の問題もない話だったんですよ。でもそれを日本人の感覚で、その言葉を言うのはいかがなものかって日本語で言ってるっていう、いやいや、あれ外国の会議ですよっていう、本当になんか外国の会議で日本語の感覚で話せみたいなわけのわからない要求をしてるっていう、日本人らしい恥ずかしいことをしてる状況だったと思うんですよね。なので、僕は進次郎さんは全然ありなんじゃないかなと思っていて、僕、進次郎さんがこの人はちゃんとしてるなと思ったのが、日本で嫌われてるレジ袋を有料にしたところで僕評価してるんですよ。レジ袋を有料にしたやつということで、小泉進次郎さん良くないよねっていう表現をする人は日本では結構多いんですけど、環境課税というのがヨーロッパでは始まっていて、二酸化炭素を多く出している国というのは、その分排出金を出さなければいけません。排出金を出して、二酸化炭素が少ない国から排出権を買い取らなければいけませんというのが、もうルールで決まってるんですよ。なので、二酸化炭素を多く出している会社、国はお金を払って二酸化炭素を出す権利を買い取るというのをやってるんですけど、で、日本がじゃあヨーロッパと同じ市場でうまくビジネスをやりましょうってなった場合、二酸化炭素を出すものを減らさないと、むしろ日本は多く排出権を買い取るためにお金を出さなきゃいけなくなっちゃうんですよ。なので、じゃあ日本の自動車輸出しますって言った時に、トヨタがじゃあ、ヨーロッパで車を売ろうとした時に、でもお前んとこレジ袋でそれ二酸化炭素排出になるから、あと1000億円出さないんだったら、トヨタの車に課税するぞって言われちゃうんですよ。なので、二酸化炭素を排出するものをなるべく減らすというのを社会的にやらないと、ヨーロッパの市場に参加できないという問題なんですよ。で、これが環境のためだからとかっていう、環境論者のエゴの話ではなく、ビジネスとしてヨーロッパのマーケットに物を売るというのをやる必要がありますかありませんかって話なんですよ。日本ってもう中国には物はほとんど売れなくなりました。アメリカでもそんなに物売れませんと。で、ヨーロッパでも売れなくなりましたってなったら、マジで海外から金稼げなくなって石油代どんどん高くなりますよ。なので、海外のマーケットで物が売れる状態であり続けるというのは、日本の今後の成長のためにめちゃくちゃ重要なことなんですよ。で、そのためには、ヨーロッパのルールに適合する形で社会を回さなければ、ヨーロッパの市場には参加できないんですよ。なので、レジ袋を有料にしなければならないというのは、合理的にビジネスを考える人であれば理解できるはずなんですけど、レジで2円払うの嫌だとか1円払うの嫌だとかっていう、金もったいないよねっていう個人の感覚で小泉さんのレジ袋を有料にするという政策を攻撃するのは僕は間違いだと思ってるんですよ。で、多くの政治家も小泉さんをそれで攻撃してたりするんですよ。いやいや、お前本当に将来の日本のこと考えたら、あれは絶対課税した方がいいよって僕は思うんですよ。これ間違ってたら教えてください。多くの人に理解されなかったとしても、日本の社会の未来のために必要だよねという政策をやるというのは、将来を担う政治家にとっては必要なことだと思うんですよ。今、人気者になりたいんだったら、レジ袋ゼロがいいよ。だってみんなの支出が増えるから困るじゃん。で、これがその未来を考えない頭の悪い人気取りの政治家がやることで、多くの日本人はそういう人に投票しちゃうんですよ。でも、今の人たちが1円2円レジ袋払わなきゃいけない。でもそれは将来日本の商品を海外で売り続けるためには必要になる行為なので、これは未来のためにはこういう社会にしなければいけませんっていう人に僕は政治家をやってもらいたいと思うタイプなので、進次郎さんが未来のために損をするっていうことをやった人なので、いいタイプなんじゃないかなと思ったんですけど、まあ袋はいいですよ、いいんですけどね。そうそう、コメントでね、今あったんですけどね、How で答えられなかったっていうのがあるんですよね。アメリカの国連の環境委員会かなんか出たときに、環境大臣の小泉進次郎さんに質問ですっていうので、火力で石炭石油というの発電を減らして二酸化炭素を減らすとおっしゃいました。で、火力発電というのも減らすとおっしゃいました。どうやってやるんですかっていうのをジャーナリストが聞いたんですよ。電気は使わなきゃいけませんと。で、そうすると火力発電をするか、原子力発電をするか、どうするんですかっていうのを How って聞いたんですよ。どうやってっていう。で、小泉さん無言だったっていう。で、いや、それはまずいでしょっていうのは僕は思うんですけど、火力で発電をするか、原子力で発電するか、で、太陽光だけでは残念ながら賄えないというのは現実としてあるんですよ。日中晴れてる間だけはなんとか賄えるよねっていうドイツみたいな国あるんですけど、残念ながら日本は日中の電力全部を太陽光ではまだ賄えないし、夜とか無理だよねっていうのがあったりするので、やっぱり火力か原子力が必要なんですよ。
なので、火力を減らすというのであれば、原子力を動かす。原子力を減らすというのであれば、火力を動かすのどちらかになるんですよ。で、風力も残念ながら日本全国の電力を賄うことはできません。はい。なので、風力と太陽光ってね、やっぱり限界があるんですよ。でも、環境きれいごとの人たちって、風力とか太陽光とか波の力でなんとかなるんだってなるんですけど、残念ながらならないです。水力だけでも叶っている国は結構あります。パラグアイとか、あとノルウェーとか、あとブラジルもほとんど水力じゃなかったっけっていうので、イグアスの滝みたいなめちゃめちゃ水力のある川があるところだと、水力だけで電力賄えたりするんですけど、残念ながら日本ってもうダムが作れるところはほぼ全部作ってしまったので、これ以上水力発電を増やすというのはなかなかできない状態です。はい。で、そこで答えられなかったっていうのがあって、小泉進次郎さんは割とその海外の環境政策っていうのにきちんと目を通したので、なのでレジ袋必要だよねっていう結論に至ったんじゃないかなと思うので、そういう意味では間違いはする人ですけど、ちゃんとその後に正しいことをするっていうのだと思うので、で、人は間違いはするものなので、その当時小泉さんが答えられなかったっていうのは、その当時は知らなかったけど、今は分かってるってことなんじゃないかなと思います。自民党総裁選で参院議員の青山さんがかなり前から出馬することを発信したので、各メディアが除外ほとんど放映しないのは、内山丸さんの時もそうだったので、報道すると都合が悪くたら何かあるんですか？いや、別に推薦人が集まってないからじゃないですか？推薦人が集まらない泡沫の人を取り上げてもしょうがないっていうことだと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。